アストロコロニー。前のゲームデータがバグって新天地でやり直したのにまたバグった我らのコロニー。泣き言言っても仕方がない。この状況からでも頑張って楽園を築くぞー。バグって固まってしまったドローンを削除。儚き運命。作り直そうとしたらレシピが消えてたので、確認したら研究がなぜかロックされてた。しかも前は必要なかった科学サイエンスポイントが必要に。なんかのアプデがあったのかもな。科学サイエンスポイントを得るには科学者を雇わねばならぬ。こりゃ面倒なことになったな。そんなわけでがっつり研究する環境整備をすることに。研究室に直接コンベアで資材を流すために、間に大きなコンテナを建設。スプリッターで溶鉱炉で作ったインゴットを半分だけ製作に回して、残りをコンテナに。そんでコンテナから再度出力して、保管したインゴットを研究室に送る感じか。ドローンを復活させるための研究に使う、科学サイエンスを得るためにアルミニウムを掘ります。アルミを掘るためにドローン使いたいのに、それを得るためにツルハシでアルミを掘るのか。開発側もその矛盾に気づいたのか数日後別の素材に変わってた。そういやこれまだベータの開発版だったな。そうして無心でアルミを掘り続けた。これが目標タイムだ。そして科学サイエンスポイントの生産には、科学者が必要なので各種施設をご用意しました。バッサリカット。そんでスリープチェンバー、食堂、ダイニングテーブル、学習装置、コード学習コンソールをご用意。研究者とかの外から来た人は各種欲求があり、眠くなるとスリープチェンバーで就寝。お腹が減ると食堂から食べ物を持ってダイニングテーブルで食べます。なお、コロニーに来た当初は何の技能も持ってないので、学習装置とコンソールで専門家の勉強してもらいます。さよか、あと研究室も近くに移動したのな。ここまでやってやっとこさドローンちゃん復活。長い目標の修行の成果である。いっけー、ドローンちゃん、私の代わりにアルミをゲットするのだー。ドローンちゃんは飛んでる姿が可愛いから癒されるぜ。ちゃんと目的のアルミも採取してくれてるし一安心。これでやっとツルハシ業務から解放されるな。ツルハシが終わったら何が始まるって？ツルハシが始まるのさ。おい。今掘ってる石英は惑星でしか取れない上にドローンの自動採取もできないので、基本手掘りです。そんな素材もあるのな。科学者の食料のハイドロトニックの材料が石英なので、これが枯渇すると研究止まっちゃうのよ。難儀だな。急いで研究を進めてコロニー内で農業できるようにせねば。だな。農業のアンロックには生物学のポイントが必要。炭素繊維と酸素タンクを使うみたいだぜ。じゃそのうち使うっぽい宇宙ポイントも合わせて準備しちゃいますか。だな。マザーボードは製造機に電子部品入れれば作れるみたい。電子部品は建設機で作るんだったな。そんなわけで建設機で作った電子部品を製造機に流れるように設定。電子部品で作ったマザーボードは大型コンテナに流れるようにします。そんで大型コンテナと研究所をつないでマザーボードを流し込みます。これで宇宙ポイントは勝手に溜まっていくな。スムーズに流れてくマザーボード見るの、気持ちいい。工場系シムの醍醐味だぜ。お次は生物学。炭素繊維と酸素タンクだったな。酸素タンクはアホほど作ってたので、そのまま研究所にねじ込みましょ。これアステロイドキャッチャーがいっぱい氷集めてくるから、処分に困ってずっと生産させてたんだよな。そんなわけであっという間に酸素タンク解決。コンベアで運ぶより早い。残るは炭素繊維だけど、これは建設機に炭素鉱石ねじ込めば作れる。でも炭素反応炉の方に多く流れちゃってるので、数がなかなかたまらない。炭素10個使って30秒で生産か、時間も他のと比べてかかるみたいだ。まあ急いではいないので一旦このまま放置で。明日できることは明日やるの精神。とりあえず生物学を必要としない、高度な物流をアンロック。これでコンベアがアップグレードできるぜ。ちょっと待ってたら生物学も溜まって、農業も解放。農業解禁。で農場作ろうと思ったら材料が足りぬ。アルミのインゴット、炭素繊維、ガラス、全部集めにくいものばっかだ。とりあえず自動で研究室に流しちゃってる炭素繊維を一旦停止して、在庫を確保しなきゃ。アルミのインゴットは完成したら、使う分だけコンベアに流れる前に機械から取り出す。ライン止めるのが面倒で横着しておる。結果良ければそれでいいねん。機械音痴のおっさんかよ。炭素鉱石は、止まっとる。
ダメじゃねえか。このままだと電気が止まっちゃうからまずいかも。でも原因探るのめんどいし、数を増やしてごまかそう。こらこら、これは棚上げしちゃダメなやつだろ。後でやりまっしゅ。炭素鉱石はいろんなところで詰まってたのを回収して、建設機にねじ込んで炭素繊維に変換しました。鉱石も一箇所に集めて分配した方が効率いいのかもな。新たにラインを考えるのがめんどい。お前ほんと工場系シムに向いてねえな。てへ。最後の素材のガラスは、溶鉱炉に石英を直接ねじ込みましょ。頑張ってツルハシで掘った石英、ここでも使うのな。それでは農場の材料も揃ったので、床を拡張して建設予定地を確保します。鉄板は自動化済みだから在庫はいっぱい、好きなだけ床が拡張できるぜ。では農場、ここに決めた。水が必要なのでウォーターセルを接続を置く。水道管は使わないワイルドスタイル。農作業ドローンをロボット組み立て機で生産し、農作業に従事させる。なんかこのポンコツ、口調が過剰書きみたいになってんな。奴は所詮心なきロボット。まあサクッと農業用ドローン作ろうぜ。材料は歯車と鉄のロッド。歯車の材料は、ネジ。直接鉄から歯車作れよ。宇宙テクノロジーは謎だらけだな。で、鋼のネジは鉄のロッドで作って、いろんなところで作るから混乱してきたぞ。鉄のロッドは鉄板と炭素鉱石で作れます。まあ溶鉱炉、建設機、製造機の3台を行き来してるだけなんだけど、上流工程で加工したものを、下流工程で再加工して、また上流で別のものに加工してたりで結構複雑。3つの機械をくるくる回る回転寿司みたいなラインを組むのが良さそうだな。まあ動いとったらええねん。今日も工場長は適当。ならば材料をねじ込んで、農作業ドローンを作成だー。食料の自給自足も目前だ。さてさて設定はどんな感じかな？まだ研究進んでないから小麦しか作れないみたい。ドローンちゃんは自動でちゃんと配属されてるな。ではお次は作物を植える農地を用意しましょ。ここでも石英使うのか。惑星から手で掘ってこないとダメなので、大規模な農園はきついかも。こうして我らのコロニーで小麦の栽培が始まった。じゃ、そろそろこの止まってるラインをどうにかしなきゃ。結局詰まったまま放置してたんかい。さて、どうしましょう。アステロイドキャッチャーって裏面にも出力口あるのか。これうまく使えばなんとかならないか？氷使う施設が終着地点にあるし、氷だけこっちから流してみよっかな。ポンコツ、暇ならあんたやんなさいよ。こらこらいじめんな。ついで出しコンベアもプロ仕様にアップデートしようかしら。だが歯車が足りない。これはいっぱい使うだろうから後で自動化に取り組みましょ。だな。とりあえず材料ねじ込んで部品作成してるので、完成を待つ間に出力口にフィルターを設置して、氷だけ出るように設定しときます。一つずつ設定するのは地味に手間だな。ではコンベアつなげて試してみましょ。お、出てきた出てきた。これ全部やれば詰まりも解消するかな？そんで農地の確認。いくらか穀物が収穫できたみたいだ。でも広々農地にポツポツとしか小麦生えておらん。農業用ドローン、思ったよりも小規模しか管理できないみたいだな。バランスが難しい。さてコンベアアップデートのためにネジ増産と参りましょ。まずはネジ作成に使う鉄板を、コンテナに入れて確保。そんで出力口にフィルターで鉄板を設定して、ネジを作る溶鉱炉の前のコンベアに接続。そしてこのコンベア接続が、新たなラインの詰まりになることを今の私たちは知らない。畜生。まあでも当分はこれでネジは自動で作られるかな？炭素鉱石の分配が適当だから、たまに自分で入れなきゃかもだけど平気かな？さーて、ドローンちゃんたちはアルミいっぱいゲットしてくれたかなー。だが一つも回収できていない。なんでよ。こっちもないじゃん。どうやらこの惑星のアルミは掘り尽くした模様。お前もがっつりツルハシで採掘してたし、思いのほか早く枯渇しちまったな。ではちょうどいい機会だし別の惑星に移動しますか。どうせこの星バグってるし、さっさと移住しちまおうぜ。あいよ。ドローンちゃん、一旦コロニーへお帰りー。これ置き去りにして惑星開発とかもできるんかな？それはなんかかわいそう。ポンコツロボは置き去りにしたいけどな。移動する前にここは全部片付けちゃいましょ。立つ鳥跡を濁さず。本当はただ何らかのバグの影響を受けるのではないかと、ビビって削除しただけである。ばらさないでよ。では新天地目指して、スラスターオーン。
次の惑星はバグらないことを願う。じゃ、新天地目指して出発したところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。果たして次の惑星もバグってしまうのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。てかこれ開発版なのでバグがあるのはご愛嬌、普通に楽しめてるのでありがたやさいですか。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。